人生、自分が見ていたい景色っていうのはこれっていうのを10年後に設定して、そこからこう逆算していって、こんにちは、ゆかです。前回2026年から普通の幸せをやめて、もっと自分を信じて自分がどこまでいけるのかちょっとやってみたいんだっていうのを話して、賛同してくれる人がいたらチャンネル登録お願いで、みんなで一緒にもっともっと大きい未来を描けるようにちょっとやってみないって誘う動画を撮ったんですけれど、そのね、自分を信じてもやっぱり日々の生活があるからどうしてもうまくできない時ってあるんですよね。人間って楽な方へ楽な方へ、人間だけじゃないけどこの自然の摂理で楽な方へ楽な方へってなんか落ち着いていっちゃうものだから、で今日は皆さんにね、このね手帳を使って私は今年自分との約束を守る人になろうと思うっていうね、宣言も兼ねてちょっとお話しさせてもらおうと思います。私ずっと手帳とか好きで使ってるんですけど、なんかいろんな計画を立てたりだとか、本当にいろんなやり方で自分の行動をトラッキングしようとしたりだとか、なんかね、いろんなやり方を試したんですよ。でもここのとこね、最近ちょっと今までとは違うやり方を考えてやってみようかなって思って、でこのほぼ日のカズン一番厚いやつを買ってみました。でこういう手帳、閉じ手帳って私初めて買うんですけど、すっごいなんかね楽しみ見えるかな、ちゃんと。そうでね、これディズニーシー行って娘とお揃いで買ってきたフリクションの4色ペン。そう、これでね、自分との約束を守れる自分になろうって思って。私ね、今まで夢を叶える時ってすごいいろいろな方法を使ってきて、うまくいくコツとかも分かったんですよ。でもね、性格的なものなのかな、自分は、性格的なものと、あとやっぱり体が疲れやすかったりだとか、そういう体調の面もあって、目の前のことにいっぱいになっちゃったりだとか、その日その日やっぱり新しいタスクがどんどん生まれてきちゃうじゃないですか。そういうのに自分が飲まれちゃって、結局もともと自分で残りの人生自分の好きなことだけして生きていこう、好きなことだけして生きていこうって決めて読書、文章を書くことってあげたんだけど、その2つ以外何にもできてなかったように感じたのが去年だったんですよね。自分の好きなことしかしない、そこは叶えたけれども普通の行動をしていたから普通の幸せで止まっていった。でもやっぱり私はもう一度自分を信じたい、もっと大きな夢を見れる自分に戻りたいって思うし、それに何がいるんだろうって考えたら、自分との約束を守らないといけないなって思って、今までも本当に何か大変なことを成し遂げたなって思った時は、やっぱり尋常じゃない、もう気が狂ったレベル、いい言葉なのか分かんないけど、その言葉は本当に没頭して、それ以外のことは周りの世界からなくなるほど熱中して、
没頭していろんなことをやったんですよ。でそういう時こそ結果が出た、やっぱり。だから私今年はこのノートで自分を律していこうかなって思ってます。これよく手帳であるのはマンスリーだとか、ウィークリーの一月を見れて、で1週間どんな動きするかなって見れてっていうのが多いと思うんですけど、ここにはねさらにね1日1ページみたいなのが1年間分入ってるんですよ。で、本当にうるさいね、でもしょうがない、バンコクってずっと工事してるんですよ。なんでですかね、ずっと建築バブルみたいなそれか建物の作りが悪いからずっと直し続けなきゃいけないのかよくわかんないけど、すごい工事をしてて、すみませんうるさかったら。でね、話は戻ってなんだけど、このノートでね、私が今年ちょっと違うやり方でやってみたのは、自分は今45歳だから、あとどれぐらい生きてっていうこともちょっと考え始めたんですよね。で、娘が6歳で、娘が何歳の時に自分は何歳なのかっていうのをこうね、いろいろ辿って書いてたんですよ。そしたらね、もっともっと生きられたらいいなって思うような数字出てきてね。例えば今娘が6歳で私45歳、娘が18歳で大学入学したら私その時57歳、娘が20歳の時に59歳、もう60近いですよね。で娘が30歳の時には69歳、70近い。そうやって考えた時ね、どれぐらい娘のそばにいてあげられるかわからない。もうできる限り人間の体が可能な限り、もうこの肉体が腐るまで一緒にいたい、本当は娘と。私はやっぱりその幼少期から20代後半30とかまで親から虐待を受けていて、それもあって絶対に結婚したくない、絶対に子供は持たないってあるところまで決めて生きていたので、この娘を持つっていう決断をして娘を迎え入れた時に、やっぱり他の人とは違うレベルの違う感情っていうのも持っていて、今はいいんだけど、だからとにかく娘とできるだけ一緒にいたいから、で私がもしお空に帰ってった後も娘にママってこういう人だったって思い出してほしいな、愛し続けてほしいなっていうのがやっぱり自分の中にあるので、やっぱり娘の心の中に居続ける価値のある人間になりたい。で、そういうふうに今はなってるのかなって思ったら、ある面ではなってるのかもしれない。娘の関係とか娘との関係とかを考えたら、でも私はずっともっともっと大きいものを娘の中に残していきたいなって思ってて、人生をね逆算して考えました。こういうふうに自分は年月を重ねていきたいっていうのを10年後のところまで、自分の叶えたいものはこれ、自分が生きていたい人生、自分が見ていたい景色っていうのはこれっていうのを10年後に設定して、そこから逆算していって、今年こういう風に生きようとかっていうのをね、ちょっとね予定を立ててみたんですよ。
2025年去年の末にね。でそれを踏まえてのこの前回のビデオを見てもらいたいんですけれども、それを踏まえてのこの今年の抱負っていうことだったので、ちょっとねこれで自分との約束を守る人間に自分を育てていきたいなと思います。またね、いろいろなんか進捗とかもね、皆さんにお話ししたり、気づきがあったら皆さんにシェアしていきたいなと思います。